今日も始まりました小話小屋。このコーナーでは私たち語り手があえてお互いの物語について本音で語っちゃいます。まさか語る側が語られるとは。自業自得というやつですね。いやいやいや、そんなことないから。ではそんな今日のテーマはズバリ、相方の語った物語どうだった？今回は第1回ということで、私が語ったセイレイ・ビオラ、ユナが語った便利屋藤森の受難、この2作についてバッサリいくよ。あまりにバッサリだったら編集でカットしてもらいます。予告しておきます。さて、まずは私の方から。ユナが語った便利屋藤森の受難、正直なところ意外と好きでした。おっと、意外ととか言っちゃったよこの人。だって普段のユナのテンションで来るならコメディ一直線かと思ったら、意外にもすごく繊細な話だったんですよ、これが。でしょう。ちゃんと聞いてくれてて嬉しい。第1話の代わりに告白してくださいとか普通に軽く聞こえるじゃないですか。でも実際は恋愛って成功すればいいって話じゃないっていうずれた現実が描かれてる。そうそう分かってくれてる。で、第2話、履歴書を代わりに書いてほしいっていう依頼。これタイトルだけ聞いたらただのだらしない人の話かと思うじゃないですか。でも実際にだらしない人の話でした。藤森ってね、基本的にドライなんだよ。だけど最後にちゃんと出すのやめとけって忠告するところが好きなの。あえて言うならコメディに見せかけた人生劇場。そのアンバランスさが案外癖になります。やったー、褒められた。じゃあ次は私の番だね。おとちゃんが語ったセイレイビオラ、ぶっちゃけ泣きました。あら、それはまた意外と素直な感想。第1話のナキヤちゃん、私あの子が生きたことを覚えていてって言ったとこでもうグッときて。そうね、生きたことを忘れられるのは存在がなかったことになるのと等しいですからね。本当にそう思う。それから第2話の愛野さん、あの人すっごい寂しそうなんだけど、ビオラに命の証として詩や思いを託した時にね、ちゃんと報われた感じがした。無名で終わるはずだった詩人の魂が受け継がれる。それってものすごく贅沢なことだと思います。しかもさ、ビオラって同じじゃないのに誰かを受け継いでるって感じがして、なんかジーンとくるの。あとね、もう一つ言いたいことがあるの。なんでしょう。語るのめっちゃ難しそうだった。事実です。すごい静かで言葉の間が大事な作品だったよね。おとちゃんにしかできないと思う。あら、また素直に褒められてしまったわ。というわけで語り手2人がお互いの語った物語について本音で語ってみました。いかがでしたか皆さん。語り手って自分が喋ってるだけじゃなくて相手の語りを支える存在でもあるんです。ほんとそう。おとちゃんがビオラを頑張って語ってる時、私もいつも心の中で拍手してるもん。それはありがとうございます。では次回は私は藤森の第3話を語ります。おとちゃんは新しい物語が始まるんだよね。そうなんです。私も楽しみにしています。この物語が
あなたの心に届きますように。じゃあまた次の動画で会おうね。チャンネル登録と高評価よろしくね。それではありがとうございました。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録や高評価、コメントをしてもらえると嬉しいわ。私たちの SNS は概要欄に載っているから、よかったらチェックしてみてね。高辻さんの小説版テキストもあるから、そちらもぜひ読んでみて。それじゃあ次回の動画まで。ごきげんよう。